ちゃったなっていう感じでした。もしかしたらこれ試合止まっちゃうんじゃないかなとかって思ってすごい不安だったんですけど、自分からテイクダウンしてっていう展開も作れるなって思いましたね。だからそれが全部イメージ通りっていう。やっぱそういうことね。そう。どうも三上henry大地です。本日は、先日の試合、アンジェヨン戦ですね、振り返り動画ということで無事試合も終わりまして落ち着いたんでやらせていただきます。なんかかっこいいパーツ着てます。はい、これね気づいちゃった。何なんですかこれ。 MTD ですよ。有名なんですか。 MTD 有名になります。なるんですか。すごいんでこれマジ。凛也君も中村凛也君も中村凛也君同じ組織の一員。なんで MTT なんですか。これはですね組織的に言っていいのかどうかちょっと分かんないんですけど、これいいのか松戸なんですよ。ダサいダサい。試合の総括としてはですね、一番最初の金敵に関して言ったら首相撲からの金敵ですよね。おそらくケージ際でお互いにこう桃缶を蹴り合ってるみたいな状況で、私が桃缶をパンって入れて、で相手がそれに対してこうちょっと体をこうひねったかなんかの時にちょうどよくタイミングで当たっちゃって、自分も最初やられてたんで、お互い様ごめんなさいみたいな感じだったんですけど、首相撲行って自分がいいとこ取って、で相手が首相撲に対してのディフェンスでこう体を前にこうやって入れてきたんですよね。なかなかこうしないというか、ちょうど私がこう膝を打つタイミングでグッて入ってきて、でちょうど垂直に入ってしまって、ちょっとやっちゃったなっていう感じでした。3回目のはもうあれはもろでしたね。あれは本当に申し訳ないと思いましたね。1ラウンド目終わって2ラウンド目、相手も多分こう前に出たかったんだと思うんです。で前に出て距離潰して組っていうような展開だと思うんですけど、相手が前に出てきて自分も、インドを蹴ってっていう展開だったんで、そこでちょうどこうタイミング悪く入ってしまって、あれは結構なダメージだったと思うんで本当に申し訳なかったですね。もしかしたらこれ試合止まっちゃうんじゃないかなとかって思ってすごい不安だったんですけど、でもアンジェヨン選手ちゃんとやってくれて、で本当にあれはもう感謝してますね。あれで私のテクニカル判定負けみたいなのも全然ありえたと思うんで、それはね金敵とかそういう展開の話はここら辺にしておいて、まず一番最初からいろいろ説明をすると、まず相手はストライカーでキックボクシングでもかなり成績を出してる選手だったんで、おそらく過去の試合映像とか見てもグラップラーに負けたりとかしてる場面が多かったんで、今回私がストライカーっていうことがあるもんだから、多分打撃で来るんじゃないのかな。自分自身にも打撃の自信があるしっていうことで、多分打撃で来るっていう予想だったんですよ。グラップラーに対してだったらテイクダウンディフェンスしてとかそういう展開になると思うんですけど、ストライカー同士の戦いっていうのはやっぱ打撃勝負になるパターンが多いと思うんでって思ってたので、私もじゃあ打撃のイメージをすごい膨らませながら練習してたんですけど、本当最初の組までの展開は全部自分のイメージ通りで、こういう風に来るだろうからこういう動きをするとか、フェイントを入れたらこういう反応するだろうからこういう動きをするっていうのが全部ハマって、で自分自身すごいびっくりしましたね。練習通りの動きが全部できたんで、すごいこれはいいなって思ったんですけど、そこから相手がもう完全に組ですよね。ケージに押し込んでっていうような戦法に変えてきて、私としては結構びっくりして、打撃戦にならないんだと思って、でそこは全く予想してなかったのでちょっと面食らった部分はありましたね。でも結局私は女将さんだったり、一緒に練習させていただいてるディープでヘビー級でご活躍されてる赤澤さんとかですね、壁で押されるっていう展開はもう本当慣れっこで日常茶飯事で、逆にあの時間すごい落ち着いたっていうか、こんな感じねみたいな気持ちでいられたんで、スタミナを節約しながら相手にテイクダウンできそうだなって思わせといて、
されないっていう展開をいかに続けて相手のスタミナを削るかっていうのにすごいフォーカスしました。ただ離れるとすごい自分の中で焦りが出たんですよね。なんか離れたらここで決めないとみたいな気持ちが出ちゃって、壁から離れて打撃の攻防のチャンスになっても雑なパンチをこうやって打っちゃったりする場面がすごく多くて、あれはすごい反省ですね。だから今後の課題としては、ああいうじゃあ用意ドンでここでのスタートではなくて、組んだ後に離れたこっからのそこでいかに自分が普段通りの行動ができるかをこれからの練習の中では意識しながら取り組んでいかないといけないなっていうふうに思いましたね。フィニッシュまでの流れに関して言うと、いつもやってることが出たなっていう感じでした。やっぱり脇差して外掛けっていうのは女将さんから直伝で教わった技ですし、がっつりテイクする自信があるのはあれぐらいですね。ただ自分の中では脇をさせたらしっかりあそこは持っていける自信はあるんで、あれも今後もっと精度を高めて自分からテイクダウンしてっていう展開も作れるなって思いましたね。最後はあそこで決めれたのはすごい大きかったです。打撃で気持ちのいい勝ち方ではなくて、組んで倒してでそこからしっかり相手を冷静に見て、ちゃんとポジショニングしっかりさせた上で相手をコントロールしてパウンドを打って、頭こっちに振ったから横から入れるし、あとそれが嫌でこっち振ったら今度こっちから入れるしって、自分でなんかしっかり相手を見て最後パウンドを打てたっていうのも一つ良かったなっていうふうに思いました。なので全体的には課題も見つかったし、なおかついいとこも出た試合で、あとは何より練習の成果が本当に出た試合だったんで、そこはすごい嬉しかったですね。今まで苦労してきたというか、やっぱりキックボクサーが MMA に行って一番最初に苦労するのはどうしても組み技の展開ですごい苦労するんですよね。組み技っていうのは積み重ねの技術なんで、どうしてもその一つ一つしっかり練習して年月をかけて技術のレベルを高めていかなければいけないものなんで、そこで一つ組み技を真面目に真剣に取り組んできた結果が出た試合で、それはすごい自分の中で嬉しかったですね。次につながるいい試合だったと個人的には思います。私個人的に素人目線で1ラウンド目最初の右のジャブとか、インロー、あれっていうのは手応えとしてはどうだった？だからそれが全部イメージ通りっていうことです。やっぱそういうことなんですね。そう実はあれで一番大事だったのはミドルキックです。一番最初のミドルキックです。アンジェオ選手がどういうふうに感じたのかは分からないけど、自分が受け取った感触としては、こうやばいっていうのを受け取ったんですよ。ミドルキックを受けた時にっていう焦りを感じたんですね。で、いけるかもなっていうふうにそこで確信して、そこですごい落ち着けたんですよ。だから落ち着いてもう一発ミドル打つし、もう一回フェイント入れてジャブ入れてミドルのフェイント入れてミドルからのインド、本当にイメージ通り、イメージトレーニングが全く全て出た試合でしたね。本当に相手の映像をちょっと見て、で自分の中でいろいろイメージして、でずっとシャドウしてたんですよ。こうやってやったらこういうふうに反応するだろうなと、こういういいところあるから、多分こういういいところって逆に考えたらこういう悪いところにつながるよなとかいうのをちょっと自分の中でいろいろ分析して、仮想アンジェオンみたいなのを自分の中でバキのカマキリと戦うみたいな感じですね。分かる人は分かると思うんですけど、そうなんかイメージを具現化させるじゃないけど、そういうシャドウを繰り返してて、具体的にそういうイメージを作ってシャドウしたり練習したりするのは今回が初めてだったんですけど、もうわけわかんないぐらい効果出ましたね。組で来る展開は全くイメージしてなかったんで、自分が組んでとかイメージしてたんですよ。誤差があったかなっていうふうに思うんですけど、結構効いてたっすね。おそらくわかんないですけど。ですよね。ハイキック？ミドルなんですかあれ？肩に当ててるんで、肩狙って打って、要はミドルキック腹狙って打つとテイクダウンされる可能性あるんで、私いつもミドルちょっと高めに蹴ってるんですけど、なるほど。肩ですね。で相手はこういう風に避けたんでちょうどハイの角度になった。なるほど。突破であれ食らったらちょっとやばいってなったんでしょうね。ガードの上からでもかなり効いた。そうですね。
個人的になんか打撃で面食らったから組みに来たのかなっていうのはすごい感じ。なんかまあ言い方悪くするとそういう感じもありましたけど、やっぱりファイターって一瞬一瞬で一番勝率の高いものをこう選択していくもんで、まあ打撃って正直な話割と運の要素も強いんですよ。で私の方がやっぱリーチが長かったし、体格も大きかったから事故を恐れたっていうのはあるかもしれないですね。お互いにどっちがレベル高いか低いかを置いといて、アンジェロ選手としては組で自分の方が経験値高いわけだから、MMA にいる時間がアンジェロ選手の方が長いんで、その中で培ってきた組の技術は確実にあると思うんで、それを使った方が楽に勝てるんじゃないのかなっていうふうに考えた可能性はありますよね。分かんないです。それはもうアン選手に聞いてみないと分かんないんですけど、まあ、ファイターはやっぱ勝率の高いものを瞬間瞬間で選択して行動していくので、それの結果なんじゃないのかなとも思いますね。最終的に今回のアン・ジェヨン選手の試合を点数つけるとしたら100点満点中何点つけられます？60点から70点の間かなって思いますね。最初の動きはほぼほぼもう90点ぐらい、そこからの組の離れ際とか、そういうところでまだまだの部分が出たなっていう感じですね。じゃあ結構その3、40点の課題っていうのが浮き彫りになったっていう感じなんですか？練習の中での展開で、これが試合で出たらどうなんだろうってちょっと懸念点ではあったんですけど、なかなか練習できない部分で、そういうのってお互いに練習になると組んでて離れたらふーってこう一息つくことが多いんですよ。でも実際試合ではそうはなんなくて、組んで離れたら次の展開ってこうなるんで、相手がふーってなったとしても自分はこうガッとプレッシャーかけて、で相手もそういう気にさせるっていうか、そういう練習を積み重ねていかないといけないなと思いましたね。試合後のインタビューでこうLFA っていうものについて触れてたんですけど、今後の展望っていうのをまた改めて聞かせてもらえたらと思います。今後の展望に関してはちょっとまだ分かんないです。いろんなお話が来てて、この場所で言うのははばかられるんですけど、試合のオファーを受けてるっていうのはすごいありがたいことなんで、一番近い試合からお願いしていこうかなみたいな感じでは考えてます。そこはちょっと慎重に話し合いながらやっていきたいなっていう感じですね。試合をこう定期的にやっていきたいっていう気持ちは？そうです。もう怪我がないのであれば2ヶ月に1回は試合したいですね。変な話、1ヶ月に1回でも試合させてもらえるんだったらやりたいんですけど、まあ現実的にはなかなかね難しいと思うんで、2ヶ月に1回できれば嬉しいですね。最後に応援してくださった皆さんにちょっと最後一言。本当に今回の試合の準備期間とかですね、もう本当いろんな人に支えられてケージの中に入ることができました。もう本当に格闘家っていうのは人に支えられないとできない仕事だなっていうのはもう痛感してて、その中で私はまだ全然 UFC に手もかかってないような状況でありながらも、周りでこう応援したい、ヘンリーのそういう気持ちが、ヘンリーの人柄が好きだからとかっていう気持ちで応援してくださる方が非常に力になっていただいてて、そこはもう本当に感謝しかないですね。まだ何者でもない自分に期待していただいている人たちがいるっていうのを改めて今回の試合、毎試合感じてることだし毎日感じてることではあるんですけれども、今回こうやって試合に勝って感謝の気持ちを胸に抱きながら、また次の試合、頑張っていきたいですね。でやっぱ行けるとこまで行きたいなっていうふうに思います。この自分の持てる全てをかけて、そうですね、世界チャンピオンになれたら本当これほど幸せなことはない。今でも十分幸せなんですけど、なんかね、周りの人への恩返しっていうか、一つそういう側面もあるのかな。そこの部分で本当今後も頑張っていきたいと思っております。応援よろしくお願いします。ということでね、
アン・ジェヨン戦を振り返るということで、語らせていただきました。また次回お手すきの際に動画をご覧になっていただけると嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。またね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。支えていただいてありがとうございます。そうですね。いろんな方がね。そうっすよ。本当に支えてくれてる人、本当にもうその人たちのおかげでめめできてるわけですよ。